今日はもやしつくねを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はもやしつくねを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、もやしをたっぷり使った簡単おかずレシピをご紹介していきます。今回ね、つくねにしていくんですけれども、味付けはプレーン味、そして照り焼き味の2種類ご紹介します。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにつくねの材料からご紹介します。材料はこちらです。もやし、鶏ひき肉、片栗粉、マヨネーズ、鶏ガラスープの素、お砂糖、お醤油、おろし生姜、そして焼くときにサラダ油を使っていきます。まずもやしは1袋 200g 使用していきます。鶏ひき肉はこちらもも肉と胸肉の合いびき肉になります。お好みの部位のひき肉を使ってください。そして今回のポイントはマヨネーズですね。このマヨネーズを加えていただくと冷めても柔らかい食感をキープすることができます。さらに少しね、お砂糖を加えていただくと味わい深い美味しいつくねに仕上がります。続いて照り焼きの味付け調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、料理酒、みりん、お砂糖、お水、こちらの材料で味付けをしていきたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに味付けの調味料を合わせておきます。器にお水、お醤油、料理酒、みりん、そしてお砂糖を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、お砂糖のシャリという感じがなくなるまでしっかりと混ぜてください。こちらは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いてもやしです。もやしはこのまま一度ざく切りにします。これは本当に適当で大丈夫です。ザクザクっと切ってください。はい、このぐらいにざく切りに切ってください。それではポリ袋を用意してください。この中にもやしを入れます。はい、そうしましたらこちら使う片栗粉からだいたい大さじ1杯くらいですね。こちらを取って加えます。あとはこのように口を持っていただいて一度シャカシャカします。はい、そしてこのように片栗粉をまぶしてください。あらかじめこのように片栗粉をまぶしていただくとお肉との密着が良くなります。あともやしの水分も出にくくなります。まずここに鶏ひき肉です。そして先ほど使った片栗粉の残り全部ですね、こちらを入れます。そしてここにお醤油、そしておろし生姜、あとはお砂糖、鶏ガラスープの素、そしてこちら今回のポイントのマヨネーズを入れます。あとはですね、このポリ袋の中で全体を揉み込んでいきます。しっかりとね揉み込んでいきましょう。はい、OK です。このようによく合わせてください。でもしポリ袋がやりにくい時はボウルに出して混ぜていただくといいかなと思います。ではこちら今から形作っていきます。はい、それでは形作っていきます。形作る時は手に薄くサラダ油を塗ってください。そうすると肉種がくっつきにくくなります。ではこちらね、食べやすい大きさだけ取っていただいて形作ります。はい、こんな感じです。このように形作ってください。そしたら残りも同じように形作っていきます。はい、出来上がりました。今回は全部で16個になりました。こちらはですね、作る大きさによっても変わってくるので目安にしていただけたらと思います。では今からこちらを焼いていきます。それでは焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷きます。そして油を伸ばします。はい、で油を伸ばしたら火にかけます。火加減中火で一度フライパンを温めてください。はい、30秒温めました。そしたら一度火を止めます。こちらのつくねを置いていきましょう。やけどしないようにね、注意してください。はい、そしたらね、一度蓋をして、そして火にかけます。火加減は弱めの中火です。このまま焼き色がつくまで蒸し焼きしていきます。はい、今ねちょうど3分ほど経ちました。一度蓋を開けます。そしたら焼き色をチェックします。そして綺麗に焼き色がついてたら裏返します。はい、こんな感じで美味しそうに焼き上がってます。は
はい、で裏返したらもう一度蓋をして弱火で1分半から2分ほど焼いていきます。はい、蓋を開けます。今ちょうどね、だいたい2分ほど焼きました。で焼き色を見ていただいて綺麗に焼き色がついてれば OK です。そしたら一度火を止めます。で今回何もつけないバージョンと、あとは照り焼き味の2種類作っていくんですが、何もつけないバージョンはこれで完成です。で照り焼きバージョンは一度火を止めて、そしてあらかじめ作っておいたこちらのタレを回し入れます。そして火にかけます。あとはこちらをですね、少しとろみがつくまで煮絡めていきます。時折ね、裏返しながら煮絡めていきましょう。はい、OK です。でこのように照りがつくまで煮詰めてください。照り焼き味はこれで OK です。それでは残りもね、焼いていきたいと思います。はい、これでもやしつくねの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらが照り焼き味です。分量外ですが上に小ネギを散らしました。こちらはお好みでやってみてください。そしてこちらも分量外ですが卵黄をつけてぜひ召し上がってみてください。そしてこちらがノーマルタイプです。こっちもね、そのまま召し上がるか、またはお好みで酢醤油などで召し上がっていただくのもおすすめです。それでは早速いただきたいと思います。まずプレーンの方からいただきたいと思います。いただきます。もやしがシャッキシャキですね。すごく美味しいです。そしてマヨネーズも加えてるのでお肉もすごく柔らかいです。では続いて照り焼き味もいただきます。この照り焼き味も最高に美味しいですね。この卵黄がすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のもやしつくねのポイントです。まずもやしなんですが粗めのみじん切りにして、その後片栗粉をまぶしてください。そうすることでもやしから水分が出るのを防ぐことができるのと、あとはお肉との馴染みが良くなります。そしてその後はポリ袋の中につくねの材料を全部入れて、そしてよく揉み込むようにしてください。もしねポリ袋でやりにくい時はボウルに開けて揉み込んでいただいても OK です。この肉ダネのポイントなんですがマヨネーズを加えてます。このマヨネーズを加えていただくことでとてもふっくらとした仕上がりになります。なので冷めてしまっても柔らかさをキープすることができます。そして焼く時のポイントです。焼く時は両面蒸し焼きしてください。そうすることでしっかりと中まで火が通ってかつふっくらとした仕上がりになります。今回全部で16個できたんですけれども、こちらは作る大きさによって個数が変わってくるので目安にしていただけたらと思います。さらに今回は焼いてるんですが、このまま肉ダネをお鍋の中に入れてつくねとして召し上がっていただくのもおすすめです。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はもやしつくねを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。